ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのアストンマーティンバンテージロードスターを紹介したいと思います。今日はアストンマーティンバンテージロードスターを箱根のワインディングに持ってきました。このアストンマーティンロードスタークーペのねテストドライブを終えた1ヶ月後ぐらいに急にワールドデビューを飾ったというねニュースを見てワオーって思ったんですよね。それはクーペと全く変わらない美しいスタイリングのソフトトップをねまとっていて、そしてなんと公表されている重量増が普通コンバーティブルにするとプラス100キロは諦めるしかないんですけれども、なんとこのロードスターたったね60キロの重量増で済んじゃったという、とても軽量で、そしてね今ソフトトップを閉じて走っているんですけれど、この静粛性もクーペとほぼ同等のね遮音性を実現しているということで、クローズドのまま一度どんな感じなのか試してみようと思っていますけれども、基本骨格はボンダールミアーキテクチャを使用して、フロントミットにね V8 ツインターボユニットを搭載して、トランスアクセル方式の ZF 製8速オートマティックトランスミッションをリアに搭載している。そういったメカニズム的な点はクーペと全く同じで、なんとね一番驚いたのは0-100キロ加速と、それから最高速もクーペと全く同じというね、そんなに速いのみたいなね、そういったスペック表になっていました。そして今日ねこの中低速コーナーが連続するワインディングでクーペと同様な走りができるのかどうか、そんなねところを試せたらなと思います。今ね走り始めはデフォルトのスポーツモードで、まあ適度なねダンピングレートの高さ感じてるんですけれど、でもこの室内のね静粛性とか、それからボディ構成の感じはほぼクーペと同じというより、この車はロードスターですよって言われなかったらもしかしたら気がつかないくらい、そのぐらい静粛性も高いですし、そしてギシバタといったねボディの緩みは全く感じないですね。でこれがねいざじゃあちょっとスピードを上げていった時にどんなイメージなのか、まずは試してみたいと思います。じゃあそこそこペースアップしてみましょう。ソフトトップであることでね、なんかマイナスにね感じる点は全くなくて、車の動きはもう本当にクーペと同じソリッドでね、正確なステアリングの感触と、それから強大なねリアのトラクションがかかる、そんなところもね全く違いを感じないですね。今ねエキゾーストノーマルだと静かすぎちゃうんで、この任意でね先端交
ねかかるコーナーでね、とっても入力が大きいダンピングがかかったんですけれど、そこでもね微動だにしないぐらいこのシャシーがね硬さが体感できましたね。やっぱりねクーペと同じリーフの音がねドライバーの耳に入ってきますね。でね、このフロント 410mm のカーボンセラミックブレーキがねとってもタッチもね引きも素晴らしくて、車速コントロールをね要求されるこういったねワインディングではすごい安心感に変わりますね。このブレーキは本当素晴らしいな。でね、今峠下って登ってるんですけれども、上りもね下りもアンダーステアは全然顔を出さないですね。これだけね強大なパワーがあると上りなんかはちょっとプッシュアンダーがね出てもおかしくないんですけれども、これフロントサスペンションのねリバウンドストロークのちゃんとね取ってあるんでしょうね。ですからフロントがグッとね浮き上がってもねちゃんとタイヤは路面から離れない、それでアンダーステアが出ないっていうね、そういうセットアップになってるんでしょうね。言われなかったらソフトトップを持ってるコンバーチブルだっていうのはね誰も気がつかないと思いますね。そのぐらいねボディ構成が高くて、いやー全くクーペとイメージは変わらないですね。これはすごい。こんなねクイックな右左っていうねコーナーをさっさとねこなしてっちゃう、このハンドリングの鋭さ、機敏さ、そしてね決してねショートホイールベースではない 2705mm あるんですよね。まあまあこの車額からはするとロングホイールベースといってもいいホイールベースを持ってるこのバンテージなんですけれど、でもね小さいコーナーもクイックにしっかりと曲がってってくれますよね。速っ。いやー想像以上ですねこの速さ。びっくりしました。さてせっかくですからちょっとねオープンにして、今日はね気温が摂氏18度、まあまあ暖かい日なんですけれど、それでもね風はね峠なんで心地いい涼しい風が吹いています。やっぱりねもうオープンにすると本当に爽快ですね。気持ちいい。ソフトトップをね開けた状態でのハンドリング雰囲気とヒーリングをちょっと試してみようと思います。エキゾーストの音がね気持ちいいですね。やっぱりねこのデフォルトのスポーツモードのサスペンションがねよく足が動いてくれて、まあちょっとねハイスピードでコーナー入っていった時にはロール量もそれなりに大きいんで、何回かちょっと怖いって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はねこんな路面アンジュレーションがね多いワインディングだったらこのスポーツモードのねロールするサスペンションの動きはとっても好感持てます。
走りのイメージは変わらないですね。それとね、このトルクフルな V8 エンジンがね、素晴らしいレスポンスなんですよね。リアのトルクベクタリンのセットアップももう本当に黒子に徹してくれて、電制御がね介入していることをドライバーも感じないんですよね。もちろんねこれだけのパワーを誇っていますから、低速コーナーのね立ち上がりはトラクションコントロールが介入しているのが体感できるんですけど、それにしてもね、覚えのある方は最高の1台でしょうね。いや本当に速いな。思わずこうなっちゃいますね。さて、デフォルトのスポーツモードから今度スポーツプラスモード変更して少し走ってみたいと思います。やっぱりねダンピングレート上がったのはすぐに体感できますね。縦、斜め、横っていうね、路面が荒れてるんで、こんなところもね、ちゃんとしっかりとね、タイヤは路面から離れないでね、走ってくれますね。やっぱりね、スポーツモードと比べてスポーツプラスの方がロール量も減ってるんで、ノーズの入りはより鋭くなってますね。いやでもこの V8 ユニットね、トップエンドもねパワーのうちないんですよね。これでいてね800ニュートンメーターっていうトルクをね誇ってるんで、すごいエンジンですね。バンテージロードスターのサイズなんですけれど、全長が 4495mm、ミラーを含まない全幅が 1980mm、そして全高が 1275mm。 まあまあねコンパクトって言ってもいいサイズなんですけれども、でもこういったね中鉄速コーナーが連なるワインディングだとそれなりに車格の大きさは感じますね。でもねこのオープンエアにすることでね、やっぱり爽快さが全然違いますし、そしてねよりねスピード感も体感できるっていうね、もうきっとねストリートでも感じると思うんですけれど、例えるとねフロントにハイパワーなパワーユニットを搭載して、リアにねそうリアタイヤ325なんですよね。 DB12 と同じサイズを履いてるんですよね。ですからこのねフロントリアのフェンダーの張り出しや FR のね典型的なハンドリング、そして圧倒的なねパワーを誇るエンジンを搭載したこのバンテージロードスターはなんかアメリカンマッスル感をテイストを感じますよね。そんなね1台なんですけれど、さてじゃあ
な手応えももちろん感じますね。でね、タイヤのよれがほとんど感じないんですよね。だからこれタイヤのね剛性がとっても高いタイヤなんですよね。素晴らしいレスポンスを誇るエンジンですよね。やはりトラックモードはね、より俊敏な動きに変わりますね、車がね。でね、パッとこうロールさせて荷重を前後のタイヤに乗せた時の反応のなんかね、トラックモード跳ねちゃうかなと思ったけど跳ねませんね。全然いけますね。これだったらトラックモードが一番こういったね中連続コーナーが連続するワインディングでもマッチしますね。やっぱりロードスターですから、そのあたりね、サーキット志向に振るというより、この一般道でね、一番適したセットに採取してきたんでしょうね。なるほどね。これはトラックモード全然いけます。もうコーナーリング速度のね速さが全然違いますね。だとちょっとオーバースペックですね。まあサーキットでね楽しんでいただければいいと思うんですけれども、サイドベントもいいデフの音、オープンにしてもドライバーの耳に入ってきますね。これだけのハイスピードになると室内のね風の巻き込みもそれなりに強くなりますね。でもね全然嫌な感じはしなくて、顔のあたりのね空気の巻き込み感はほぼなくて、頭のてっぺんのねところだけはどうしても風圧が高いんで髪の毛が乱れちゃいますけど、いやー素晴らしいハンドリングで最高ですね、このバンテージロードスター。まさかねこのね優雅なスタイルを持つロードスターでねこんなハイパフォーマンスを味わえちゃうなんて、いやこれほんとねすごい車を作ってきましたね、アストンマーティンは。今日朝早くね高速道路を走ってこのワインディングロードまで来たんですけれども、その間ねこのバンテージロードスターってどんな方向けのスポーツカーとしてアストンマーティンは作ってきたのかななんてね、そんなことを考えながら走ってきました。まあやはり
ソフトトップを採用してわずかね 6.8 秒で開閉ができちゃうっていうね、日常使い勝手最高にいいと思うんですよね。やっぱりせっかくオープンカーに乗ってるんで、いつでもねパッと開けて、少しでもちょっとオープンの環境がしんどいところに来た時はパッとね閉めてあげる、そのね気楽さが抜群に高いんですよね、この車は。そういったね日常の使い勝手の良さ、もちろんねこのトルクフルなパワーユニットの恩恵もあって、そして優雅なねスタイリング、アストンマーティンらしいこの美しいフォルムをまとっていますから、正直ねストリートでしたらもう毎日でも乗りたくなっちゃう、そんな1台だと思ってたんですけれど、いやでもね今日こうしてワインディングできっちりとフラットアウトでアクセルを踏んでみて思ったことなんですけれども、このバンテージロードスターはスポーツドライビングをね愛してやまない方でも十分ご満足いただける素晴らしい1台だっていうことが分かりました。ですからストリートでもオープンエアをね楽しみながら、そしてこの美しいフォルムをまとったねスポーツカーに乗るという極上の時間をね味わいながらも、こうやってワインディングやね、もちろんサーキットも素晴らしいパフォーマンスを発揮する1台である、そんなねスーパースポーツカーといってもいい1台だということが確認できましたので、いやもう個人的にはねこれだけ豪快な加速とねパフォーマンス、それをきっちり味わいながら日常の使い勝手も良くて、しかもいつでもねオープンエアを楽しめるっていう、そういった気軽さと手軽さが手に入ったこのバンテージロードスター、いや今ちょっとアストンマーティンの中ではたくさんラインナップがありますけれども、これ一押しの1台かもしれないですね。本当にね完成度の高さがクローズドにした時にも全くクーペと遜色ない、そういったね静粛性と剛性の高さも確認できましたので、いやもう最高の1台だと思いますね。これはね僕個人的な多分要望なんですけれど、もう少しねシートポジションがこう背もたれが後ろにバックして寝てくれたらいいなっていうのが、この点だけですね。僕の好きなドライビングポジションがどうしてもねこう前のめりで乗るんではなくて、少し寝気味のねドライバーポジションで乗ることがベストですので、その点をね除けば100点に近い数字を上げちゃってもいいと、そんなね素晴らしいスポーツカーであることを今日確認できました。あとブレーキなんですけれど、このカーボンセラミックブレーキはオプションだったと思いますので、これはねもうオプションでチョイス一択ですね。このブレーキは本当に最高なんで、ぜひバネした重量もね27キロ軽くなるそうですので、ハンドリングにもすごく影響しますから、このカーボンセラミックのオプションはぜひ選択していただけたらなと思います。いや今日はねこのオープンエアを堪能しながらワインディングから東京まで戻ろうと思います。
Thank you for watching! 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。